驚くほどうまかった。アニメの声優をした芸能人や有名人。アラジンの羽賀健二はとても上手でしたよね。わかる。このアラジンが大好きすぎて羽賀アラジンの DVD しか見れない。もったいなさすぎる。コツコツ声優やってたら今頃ベテランだよね。アラジンのうさんくささ全開の僕を信じろ本当好き。まさか天性のものだったなんてな。松本まりかが FF のリュックと知った時は衝撃的だったよ。今も声優松本まりかのファンがいるぐらいだから本当にうまいんだよね。劇場版ヒロアカにゲスト声優で出てた吉沢亮。エンドロール見てびっくりした。吉沢亮のロディ最高だったね。ヴィランに命乞いするシーンとか本業じゃないのがびっくりするレベルの迫真だった。チャリンコ知恵の鉄を演じた西川のりおさん。決してうまいわけじゃないんだけど鉄の声はのりおさん以外無理だった。これはレジェンド。ここまで完成度高いのはなかなかないと思う。西川のりおを見ると未だに脳裏に鉄が浮かぶからな。空もうアルフのところジョージよ。ところジョージはめちゃくちゃ合ってたよね。すっとぼけたキャラクターと声がドハマりしてた。所さんってちょっと棒を感じるけどトイストーリーのバズもポニョの藤本も印象に残るんだよな。それと同じ感じかな。ジャングルの王者ターちゃんの岸谷五郎。若干棒読みなんだけどそれがいい具合にキャラに合ってんなと思った。アンチスパイラル役の上川隆也さん。ガチで上手すぎてやばい。DNA の一辺まで完全消滅するがいいってとこの全部の感情乗ってるセリフが超かっこいい。あと本人がグレン・ラガンのファンだったのにこのオファーでネタバレ食らって、ネタバレに絶望してアンチスパイラルになった男って呼ばれてたの大好き。やっぱ市村正親ミュウツーでしょ。ミュウツーは冒頭の自分語りや宣戦布告で威厳ある一人喋りできる舞台経験者が必要ってんで抜擢されたそうな。大正解。市村正親さんのミュウツーの何とも言えない異物感と感情の乗った迫力はすごいと思う。本職並みとは言わないけどキムタクハウル好きだったな。ハウルはどう聞いても木村拓哉だったけど、だからこそこの上なくハウルだった。キムタクは全部キムタクって言われてたけどそのキムタクのまんまで使い勝手いいんだよな。それで台本全部覚えてくるんでしょう。キムタクすぎて参るよね。キムタクの声仕事はもっと正当に評価されていい。新グ2の日本語吹き替えでデビューした稲葉小牛と海大型新人声優。個人的にはこれを超える衝撃は二度とないな。蒼井優。鉄痕キンクリートの城はすごすぎた。どうか一回聞いてみてほしい。蒼井優の演技が異様に上手くて映画館で本気で驚いた。ニノも良かったけど、蒼井優はキャラそのものだった。コブラの声は松崎しげる版が好き。主題歌も歌ってたよな。映像犬には手を出すな。浅草市役の伊藤沙莉さん。もう浅草市の声はこれ以外に考えられない。よくこの声質の人間探し出せたもんだ。ラピュタの息子。あの声以外の息子は全く考えられない。寺田みのりだって随分大きくなってから知ったわ。ドラマで見たおっちゃんやん。でびっくりした。この世界の片隅にののん。予告で見た時何これ、ひどいって思って映画誘われても行かなかったけどテレビ放送を見たら妙な魅力でよかったわ。事務所のごたごたで能年と連絡が取れなくて綾瀬はるかを立てようとしたけど、監督が能年で押し通したらしい。結果的には大正解だったと思う。能年の声で一気にあの世界に引き込まれた。後半は涙が溢れるほどの演技だった。押されてる時、この作品で主演できるって引きが強いなと。キスマイの宮田くん。筋肉マンのブラックホール役うまかった。プロの声優さんかと思った。宮田さんはプリキュアのメインキャラの兄、双子を一人二役もやってたよな。プロに演技指導してもらったからめっちゃうまい。本人が千代田だから、ふざけた演技でアニメに出ることは許されないって考えなのがいい。アイシールド21の昼間陽一を演じた田村淳、上手だった。声優初挑戦だったんだよね。自分からキャラに似てるって話してそこからトントン拍子で決まったとか。うまかったかはよくわからないけどイメージはすごい合ってた。ストレンジアで七種の声してる長瀬智也がすごくうまい。長瀬って言われなきゃわからんかったぞ。遊戯王のパラドクスもなぜ田村淳が当てられたのかわからないが謎の演技力を見せていたよな。正直、昼間は違和感あったけどパラドックスは最高だったと思う。ぴったりだった。パラドックスさんいいよね。てかこうと思ったらもう出てた。遊戯王ならそりゃ初代主人公の風間俊介だろうな。なんやかんや初期から演じ分け自体はできてたのはさすがだと思う。声優初挑戦の子供に一人に役させてたのか。すごい試みだな。そしてよく風間俊介もやりきったな。風間さんは第1話と最終回見比べたら成長度合いがすごかった。本当に上手くなったよ。遊戯王 5Ds 初めて見るけどこの家があってキャラの声優うまいな。で声優さん柳原哲也、アメリカザリガニなのかよ。
声優が芸能人なのに本職並みの演技だとびっくりする。誰かと思ったら柳原さんってシュッシュとかカラバッチョの声の人か。これはうまいわ。シュッシュに至っては声だけじゃなく着ぐるみに入って歌って踊ってるよね。カーズのメーター。何十回聞いても物産とわからない。当時オープンに宣伝してなかったよね。あまりに上手で同姓同名の声優さんかと思った。羽賀健二はスト2の件もすごく良かった。若本のりおさん、アナボさんとかの声優さん、もめたぼめしてたって何かで読んだよ。2人はストリートファイターで共演していて、若本さんは羽賀健二が溝落ちとかアボとかにダメージを受けた時の場所の演じ分けができてると褒めていたって。オットタクシーやってたミキの構成。ミキは亜生もうまい。亜生は歌もうまかった。サンレッドのバンプ将軍はヒゲ男爵の男爵の方だっけ。それだと樋口くんがヒゲになるんだが。バラエティの天の声やるくらいには声の仕事してるよな。三輪明宏さんのもろさま。メイキング映像。美和さんの迫力がすごくて何回も見ちゃう。モロとイノシシは昔良い仲だったとパヤオに言われた途端、それまでの部別一辺倒の声が哀れみを込めた声に変わった時は鳥肌が立った。モロの笑い方があまりにも迫力がありすぎて、それを聞いたパヤオが驚き笑いしちゃってたよね。ラサール石井のこち亀のりょうさん。本人そのまま実写版で使ってもいいんじゃねえ。くらいには両津そのままだった。メインキャスト全体的に本業の人少ないけど皆うまい。コブヘイこと現在は林家正蔵師匠も。明日のジョーの青井輝彦。水戸黄門の助さん役で知ったから驚いた。共通点イケメン以外正反対のような役なのにすごい合っている。萩原正人、赤木。かっこよすぎる。良い声だよね。カイジも。アナ雪の神田沙也加と松たか子。うまかったよね。歌もうますぎて感動した。さやかちゃんは2世ってイメージで見ちゃってたけど、この映画でこんなに歌がうまいんだって感動した。もっと見たかったよ。大泉洋さん。ジブリの株王子やバンダイガエルが有名だけど、その前の自転車ロードレースアニメ、ナス、アンダルシアの夏の主人公がすごい良かったよ。ヒロインの小池栄子が棒読みで辛かった。大泉洋ならレイトン教授役良かった。助手のルーク役の堀北真希も本当に違和感なく聞けて大好き。北川景子さん。かなり前だけどマジックツリーハウスっていう児童書原作のアニメ映画で主役やってて、あまりの違和感のなさにびっくりした記憶がある。少年役だったんだけど声も演技もすごくハマってた。これはほんとそう。北川景子がやってるって分かってても顔が浮かばないほどにうまかった。舞台出身は大げさな発声とリアクションの経験があるから、比較的声優やってもうまい傾向があるんだっけか。やっぱりテレビ俳優だと人が多いし発声が全然違うんだろうね。お笑い芸人も上手い人結構いるイメージあるな。もののけ姫のメイキング見るの好きです。美輪さんの笑い方に驚く宮崎監督が面白い。実はこんな法則があった。キャラ名の由来をまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。